こんにちは。どうもお久しぶりでございます。いやー、雨の日が続きますね。じめじめとした梅雨の季節が来ました。今回の本題ですが、ようやく自宅のお風呂場で手焼きカラープリントができるようになりました。これでフィルムの現像からカラープリントまで全て自宅でできる環境が整いました。気が向いた時に暗室に引きこもれます。使っているのはイントレピッド 4×5 エンラージャーキットという引き伸ばし機です。準備と片付けが大変ですが場所は取りません。シノゴカメラに LED ライトを取り付けて使用するタイプで、グラフロックバック対応のカメラであれば装着できます。持っていない場合は対応するカメラを別途用意する必要があります。その他の暗室機材は時間をかけてヤフオクで集めました。とはいえ暗室を作ろうと決めてから2ヶ月くらいで揃いました。意外とスムーズじゃないですかね。ヨドバシカメラだと暗室機材はいくつか売ってますが、ないものも多くあって、なかったらヤフオクや eBay で探しました。特にプリントドラムと電動ローラーはなかなか見つからなかったのですが、運よく出会うことができました。今映っているのはコンタクトシートです。今回はブローニーフィルム1本分10枚すべてプリントしています。このシートは露出や色味を比較するのに使います。同じような環境で撮影したものなので設定もほぼ共通にしています。露出はコンタクトシートを見ながら微調整しています。簡単ですが。それでは雨の日に撮影した有楽町の様子と初めてのカラープリントの仕上がりを撮影風景と一緒にご覧ください。あ、ナレーション変わりますね。ではでは。撮影に使ったカメラはペンタックス 6×7、 レンズは SMC ペンタックス 67-105mm F2.4、 フィルムはコダックゴールド200で撮影しています。実はすでに銀座で3枚撮影していて、あと7枚残っています。撮った日は違いますが、せっかくなので同じ場所で撮影しようと思い戻ってきました。1枚目は銀座で有名なガラスブロックの建物の前にある道路標識。ガラスブロックの無機質で寒色な感じと標識の赤色な対比がいいアクセントになりそうですよね。鬼塚タイガーに並ぶ人たちの行列です。鬼塚タイガーの買い物袋を持っている人をよく見かけるなぁと思ってたら、たくさん並んでいる行列を発見。建物の色合いと傘を持った人たちの色合いと雰囲気が良かったので撮ってみたくなりました。ちょっとここで今使っているペンタックス67のトラブルの話。実はフィルムを2本くらい機材トラブルで無駄にしてしまっています。最初は新品の電池を入れてもミラーが上がりきらなかったり、上がっても戻らなかったりでシャッターに問題がありました。
試しに分解してみると外れかかっているケーブルを発見。ハンダ付けしてシャッターが動くことを確認。よかったーと思い、再び撮影からの今度はフィルム1本撮り終わって現像してみると光漏れしてました。光漏れが一定だったのでモルトかなと思い、新しいモルトをつけてからの今の撮影です。この撮影でも光漏れしてたらこの動画はお蔵入りだったのですが、無事出せているので治ったということですね。古いフィルムカメラにはトラブルがつきものだと思っておいた方がいいですね。日比谷公園に来ました。有楽町駅の日比谷口からすぐにある公園です。都内にはところどころこんな広い公園があるのでいいですね。ぐるっと回りまして、日比谷公会堂の古い建築の建物と雨宿りしている人と鳩が目を引いたので、真正面から撮ってみたいと思います。鳩がど真ん中にいるのがシュールでいい味が出そうです。とか考えながらピントと構図を整えていたら、左から人が歩いてきました。あ、真ん中にあの人を、いや鳩、どうしようと焦ってしまい、ファインダーは逆に映るので水平も取れなくなり、ピントも迷ってしまった、そんな一枚です。ここは奥の道のカーブが見えた瞬間に急いでカメラを取り出して撮りました。奥行き感と右の木の枝の大きく張り出している感じ、そして傘を差す2人の距離感がいいですね。とこの時はそんなこと考えて撮っていないので完全に後付けですね。グリーントを見た瞬間にグッときた好きな写真です。ここは遊具がありますが雨なので誰もいません。晴れていれば子供たちが遊んでいただろう姿が思い浮かびます。ちょっとここで暗室カラープリントのお話。印画紙のサイズは六つ切りを使いました。今回は調整に使った印画紙と仕上げも含めた印画紙で合計20枚ほどプリントしています。フィルム10枚とも似た環境で撮ったので1枚目を調整に使い、残りの9枚ですが露出以外はほぼ同じ設定でプリントしました。もう少し調整したい写真もありますが、これがかなり大変で1枚プリントするのに早くても15分はかかるんですよね。最初は写真10枚くらいなら1日でいけるだろうと軽く考えていたのですが、3枚目に入ったところで考えが甘かったなぁと気がつきました。プリントして感じたのは経験と記録が次につながるなぁと。コダックゴールド200と雨の日でどんな写真に仕上がるのか想像もできていなかったのですが、初めてにしてはいい写真になったと思います。最後の1枚です。急いで撮ったため写真を撮る瞬間を動画に収めるのを忘れてました。電池とデータ容量の節約があだに。
右側の建物をフレームの半分に収め、中心に傘を差している人物を配置しました。中心の人物に視線誘導するような構図になるように撮りました。雨の日の有楽町周辺の写真撮影と初めての暗室カラープリント、どうでしたでしょうか。最後に別の日に撮った3枚を載せて終わりにしたいと思います。今までの視聴者さんでこの音声が気になっている方もいるかもしれません。動画は長いので、ながら聞きしながら気になったら画面を見る感じでゆるりと見てくれると嬉しいです。それではここまでご視聴ありがとうございました。